センター試験に2次に必要な力がギュッと詰まってると。パターンじゃないっていうことを認識するにはパターンをしっかり押さえていくことが重要なんですよ。はいどうも皆さんこんにちは。サーディの方のゲントです。今回はですね、爆速解説、センター試験2020数学 2B の徹底解説をしていこうと思います。つい昨日ありましたね、センター試験。本当に受験生の方はね、お疲れ様でした。ゆっくり休めたでしょうか。ただね、ここから2次が始まるということで、センター試験、本当にできた方もできなかった方も、センター試験は本当に一部でしかないので、その2次に向けて切り替えられるかどうか、そこがすごく重要になってきますね。だからセンター試験でできなかった方は何ができなかったのかっていうものをしっかりと見つめ直して、この動画で2次ではこういうことが聞かれるのか、2次ではこういう能力が問われるのか、これをしっかり学んでもらえたらいいかなと思います。でね、本当にセンター試験、最後のセンター試験ということもあって、めちゃくちゃ気合入ってたなと思いますね。もう本当にね、両門揃い。その穴埋めにもかかわらず思考力をちゃんと問う問題になっていて、2次でも重要ですね。センター試験に2次に必要な力がギュッと詰まってると。しっかりとね、この動画で、こういう風に考えていくんだっていうのを見直して、自分に足りなかった力をしっかりと見つめ直して、2次に向けて爆速で進んでいってもらえたらなと思います。ということで、早速やっていきましょう。爆速解説センター試験2020の数学 2B の解説をしていこうと思います。まずは第1問から。これ三角関数の問題ですね。三角関数20年分徹底分析のやつを見ていただいた方はできたんじゃないかなと思います。θ が0以上 2π 未満の時、これとなる θ の値の範囲を求めよう。加法定理を用いると、もうこれはただ加法定理を分解するだけ。この部分がコサイン θ、コサインシータ、コサイン3分のパイ。これマイナスだから、プラスサインシータ、サイン3分のパイ。で、コサイン3分のパイが何かっていうと、2分の1。サイン3分のパイが2分のルート3っていうのを使うと、最後にルート3かけてあげると。そうすると、2分のルート3コサインシータ足す2分の3サインシータになるのか。で、ある。よって三角関数の合成を用いると丸1はっていうことで、要するに、これ見ると、サインとコサイン一次式的に表せるわけですね。で、ここにサインシータがあるから、移行してあげるとサインシータとコサインシータの一次式になると。で、それを解いてあげるための方法として、三角関数の合成することによって、しっかりと一つの波にすることができる。だから、この三角関数の合成を用いるとか、で求める範囲はっていう、ここの誘導部分は2次ではなくても解けなきゃいけないと。しっかりとこれ見て、一次式だな。一次式だから、全体として三角関数サインコサインの一次式っぽくなるんだ。ってことは、その波を一つにする技術として合成があるんだなっていうことが、しっかりと分かんなきゃいけない。じゃあこれを実際、右肩に入れて、サインシータを移行してあげると、2分のルート3コサインシータ足す2分の1サインシータになるわけですね。2分の1。これ、後で合成することを見越して、サインシータコサインシータの順に書いてあげましょう。そうすると、ここを合成してあげればいい。この合成方法っていうのは、もうパターンとして押さえなきゃいけないと。これは、まず x、y 座標みたいなのを書いてあげて、サイン、コサインの順に x 座標、y 座標に入れてあげると。普通は、コサインシータが x 座標っていうのが単位円ではそうなんですけど、ただこの合成の場合に限ってサイン、コサインの順番で入れてあげる。そうすると何がわかるかというと、ここの大きさが1、ここの部分が60度、すなわち3分の π ですね。というふうに言えるので、ここの部分が1× サインカッコシータプラス3分の π っていう風に合成できるわけですね。で、それが0より小さいと。あとは求める範囲を考えてあげなきゃいけないんですが、これはもう中身の部分をブラックボックス化してあげるっていうことですね。シータプラス3分の π っていうものを塊として見てあげる。位相を塊として見てあげる。そうすると、とりあえず注意しなきゃいけないのが、この中身の範囲と。この中身の範囲は、3分の π 以上、3分の 7π 以下と、未満と。これはシータの範囲から導かれることですね。この範囲の下で、サインが0より小さくなる。っていうような条件を考えてあげなきゃいけないので、何でもいいんですけど、単位円でやってあげますか。単位円があったとして、サインっていうのは y 座標ですね。y 座標。だから、ここの下に当たればいいんですが、この範囲、3分の π 以上3分の 7π 未満っていうことを考えてあげると、ここに3分の π。3分の π 出発で、ここぐるっと一周回ってあげるっていうものですね。で、この範囲で下に当たる部分、y 座標が下というのは、y 座標が負になる場合は、π から 2π の間ですね。だから、π からシータプラス3分の π が 2π というのを解いてあげれば、ここ3分の 2π と3分の 5π という風になるわけです。こんな感じで一つ目が解けると。次、括弧に0以上2分の π 以下の範囲でシータが動くと。で、k を実数とする。
で、サインシータ、コサインシータは x の二次方程式、これの解。で、解と係数の関係により、サインシータプラスコサインシータとサインシータ、コサインシータの値を考えれば、k イコール何であることがわかる。これはもう、ここの部分であることを考えればじゃなくても、二次方程式の解って言われたら、真っ先に思い浮かべなきゃいけないのが解と係数の関係ですね。これもまた、誘導があるから解と係数の関係ってできるわけじゃなくて、ちゃんと2次とかでもできるようにしといてください。そうすると、サインシータプラスコサインシータっていうものが、マイナス a 分の b。だから5分の7と。で、サインシータ、コサインシータは25分の k ですね。これあんま覚えられない人は、この a25 の部分を丸々割ってあげると x2 乗マイナス25分の 35x プラス25分の k イコール0っていう風な見方をしてあげることによって、2つの解の和がここのマイナスで、2つの解の積がここっていう風に対応するんだっていうことを覚えてあげてもいいのかなと思います。さて、これを使って q を出してあげるというわけですね。だから要はこの2つの式をどうつなげてあげるかっていうことですね。で、この2つのつなぎ方、サインシータプラスコサインシータとサインシータコサインシータのつなぎ方については、もうパターンとして、こっちを2乗するっていうのはもう覚えておいてください。はい。これを2乗すると、サイン2乗シータプラスコサイン2乗シータ足す2サインシータコサインシータですね。これが25分の49と。そうすると、ここの部分が1になると。ここが1。1になるから、サインシータコサインシータっていうのは、25分の49、これ1を引いて25分の24にして半分にしてあげると25分の12と。だからこれが25分の12と一緒になるよっていうことがわかるから、k イコール12ということがわかるわけですね。こんな感じでサインシータプラスコサインシータとサインシータコサインシータのつなげ方っていうところはしっかりとこれを2乗するだけだと。裏を返せば、サインシータプラスコサインシータが与えられれば、サインシータコサインシータも簡単に求められるっていうことは、しっかりと、ここがもう行ったり来たりできるっていうことを頭の中の片隅に入れておくと、すごく今後使えるんじゃないかなと思います。さらに、シータがサインシータ大なりイコールコサインシータを満たすとすると、サインシータとコサインシータはこれである。これはもう大丈夫ですね。これの2回がサインシータコサインシータですよって言われてるわけだから、これを解いてあげればいいわけですね。25x2 乗引く 35x プラス12イコール0を解いてあげると、こいつが 5x 引く3、5x 引く4で、こう因数分解できるわけなので、x イコール5分の3と5分の4と。で、サインシータとコサインシータのうち、サインシータの方が大きいわけだから、サインシータが5分の4、コサインシータが5分の3ということがわかるわけですね。じゃあ、この時シータはこの範囲を満たす。いろんな角度があるわけなんですけど、だいたいこれ、サインシータイコール5分の4、コサインシータイコール5分の3を満たす角がどういう角になっているのか、どこら辺になってるんだろうなっていうことをしっかりと押さえていくと。サインシータが5分の4ってことは、y 座標が5分の4というわけですね。で、x 座標が5分の3と。この角なんですよ。この角ね。これっていうのをどうやって考えていくかっていうと、要は12分の π とかいくにつれてこうやって上がっていきますよね。6分の π とか4分の π とか3分の π とか上がっていく中で、どこのタイミングでここの角度を超えていくかなっていうことを考えればいい。裏を返せば、サインシータはどんどん上がっていくから、サインシータが5分の4を超えるタイミングで、この角が超えていくわけですよね。だからそれぞれのサインシータを求めていけばいいというわけなんですけど、この12分の π とか12分の 5π っていうのは、π が180度ってことを考えると15度とか75度なんですね。そうすると、ちょっとサイン15度、サイン75度を求めるのはちょっとめんどくさいから、一旦求めやすい6分の π とか4分の π、3分の π あたりで試してみると。例えば4分の π だったら2分のルート2ですね。サイン4分の π は2分のルート2。だいたいこれ、ルート2が 1.4 点点点だから 0.7 ぐらいだと。0.7 ぐらい。サインのこの5分の4っていうのは 0.8 だから、まだ超えてないわけですよね。4分の π っていうのはここら辺。まだ超えてない 0.7 あたりのところをサインの値を取っていると。一方じゃあ3分の π はっつったら、サイン60度は2分のルート3。2分のルート3っていうのは、だいたいこれ、ルート3 1.7 点点点だから 0.85 ぐらいなんですね。いうことは、これ超えてるじゃんっていう話なんですよ。0.8 を上超えてますね。ってことは4分の π 以上3分の π 未満というこの丸3が当てはまってますよっていうことがわかるわけですね。これも全部結局2次の範囲で問われたとしてもこういう解と係数の関係によりっていう誘導がなかった時にちゃんと解けるかっていうことを今後意識しなきゃいけないというわけですね。この問題も加法定理とかで分解させて合成を用いてっていうこういう一つの波にしてっていうのは誘導がなくてもちゃんと見えなきゃいけないというわけですね。というわけでこれをしっかりと復習しておいてください。次、ここからは指数対数の問題と。t は正の実数であり、これを満たすとする。この時 t の3分の2乗プラス t のマイナス3分の2乗は、
あと t の3分の1をプラスとかね。あと t マイナス t のマイナス1乗と。これらを求めていく問題なんですが、これはもう典型問題ですね。これからこれを導くということなんですが、これ見てあげると、どういう風にすればいいか。これ2乗してあげればいいんですよね。で、この2乗すると何がいいかというと、これマイナスなんとか乗っていうのは分の1ってことじゃないですか。t の3分の1を分の1。要は、この形と一緒なんですよ。これ2乗すると何がいいかっていうと、2ab の部分に対応するところが、これ約分されて消えるんですよね。っていうことが、すごく綺麗になる形だと言えるわけなんですね。だからこれを t の3分の2乗足す t のマイナス3分の2乗に 2ab、マイナス 2ab の部分が、ここが約分されると。だからマイナス2になるわけですね。これがイコール9と。これがマイナス3の2乗だからイコール9というふうに言えるので、ここの部分はこれ移項してあげて11ということがわかるわけなんですよ。よろしいですか？で、さらにこれはっていうふうに、こいつも、こいつとこいつをつなげてあげたいわけなんですよ。うん。ていうか、こいつを2乗したらこれになるっていうのはもう知っていかなきゃいけない。ホニャララを2乗すると、この t の3分の2乗足す t のマイナス3分の2乗っていうものが来た上で、2ab の部分のプラス2っていうものが出てくると。で、さっきこれが11で、13になるから、2乗して13。だったらプラスマイナスルート13じゃないかってなるんですけど、t は正の実数なんでね、ルート13と。絶対これは正になるから、ルート13になるわけなんですよ。大丈夫ですか？これちゃんと、センターだからルート13っていうの入れられたとしても、2次だったら、ちゃんと正の方だよっていうことをしっかり縛りをかけてあげないといけないと。2乗して13だったら、プラスマイナスルート13の2つあるわけですからね。だからルート13。こういう感じで、しっかりと2次を意識してセンターを復習することが重要ですね。で、t-t のマイナス1乗。これは、要は肩の部分が3乗されてますよね。肩の部分が3乗されてる。これをどういう風に考えていくかっていう時に、ここがマイナスだからこっちの方を3乗してあげるっていうのが一つの考え方。二つ目の考え方として、これとこれをかけてあげると t の1乗と t のマイナス1乗っていうものがここで出てくるなっていうのが見える。要は、イメージ、x3 乗プラス y3 乗を求めるときに、x プラス y、x2 乗プラス y2 乗っていうものをかけてあげて、そこから余分なものを引いていくっていう考え方。どっちでもいいですね、今回の場合は。うん。まあ一応、せっかくなんでこれと、これを3乗しますか。この誘導がなかった場合に、ちゃんと解けるよっていうことを確認するために、これを3乗します。はい。そうすると、t の3分の1乗引く t のマイナス3分の1乗っていうものを3乗してあげると、これ、x、a3 乗引く 3a2 乗 b 足す 3ab2 乗引く b3 乗ですよね。よって、まず a3 乗が t の1乗、引く 3a2 乗 b が t の3分の1乗、これ3分の2乗引く3分の1乗で3分の1乗になるわけですね。足す、もう一回 3t のマイナス3分の1乗引く t のマイナス1乗という感じになるわけですね。これ見てあげると、ここの部分に求めたいものが出てくる。これよく見ると、あれこれマイナス3でくると、t の3分の1乗引く t のマイナス3分の1乗になると。だからこれがもう一回出てくるわけですね。これはもう知っててほしいという感じですね。こうしたらうまくいくんだよっていうのはもうわかると。まあこれでパターンとしてあるわけですからね。同じように3乗してあげるとうまくいくんだろうということは容易に想像つくわけですね。じゃあ t-t のマイナス1乗はつったらこいつを移項してあげると、はい、これイコール、マイナス3の3乗に足す 3× マイナス3というわけですね。これ、マイナス3移項したらプラス3になって、ここがマイナス3だからこうなると。だからマイナス27-9でマイナス36が答えですよっていう感じですね。よろしいですか？次、また指数対数の2番目と。今年はボリュームが多い。xy は正の実数とする。正の実数。で、連立等式、こいつについて考える。で、これを解いてあげてるわけなんですけど、ここで2次だったらやんなきゃいけないこと、センターだからやんなくてよかったこと、何か。進数条件ですよね。ちゃんと xy は正の実数っていうところを見てあげて、今回はいらないんですけど、x ルート y が0より大きい、x3 乗分の y が0より大きいっていう進数条件をちゃんと2次では意識しなきゃいけないと。もうね、指数対数が与えられた瞬間に対数、ログが与えられた瞬間に進数条件、あと定の条件っていうものをちゃんと意識する必要がありますね。今回の場合は、これは x、y ともに正の実数の場合当然だと。当然だから、これは進数条件としてはもう平気と。クリアされるっていうことを一言触れなきゃいけないわけなんですよ。で、ついて考える。で、次いきますね。ラージ x イコールログ 3x、ラージ y イコールログ 3y と置くと。
まあ、これを、このままだと難しくて、かつ、x とか y を掛け算割り算とかルートとか何分の何乗みたいな感じでしたものが中に入ってるわけだから、こういう風に置き換えるっていうのは自然な流れ。そうすると、ここの部分は x ルート y っていうのは x かける y の2分の1乗。ルート y の2分の1乗だから、ログ 3x プラス2分の1ログ 3y になると。だから、ラージ x プラス2分の1ラージ y が5以下というわけですね。こっちはつったら、まず、定が違うということに気をつけなきゃいけない。定が違う場合っていうのは、全く別物になってしまうわけだから、全く別物になってしまうっていうことをしっかりと防ぐために何をしなきゃいけないかというと、当然定を揃えるわけですね。3に揃える。3と81っていうのが混在してたらね、なかなか扱えないわけですよ。じゃあどうやって揃えるかというと、定を揃えるための、これですね、定の変換公式を使うと。3に揃えてあげる。っていうことが出発点ですね。そうすると、これが全体が4分の1されるわけですね。4分の1。これ4ですから。ログ381は4だから、4分のログ 3x3 乗分の y が1以下と。ね、だいたい分数っていうものは先に払ってあげる方が賢いわけですね。だから、ログ 3x3 乗分の y が4以下っていうことにしてあげて、あと x3 乗分の y は y 割る x3 乗みたいな感じになってるわけだから、これは y マイナス3ラージ x。これが4以下というふうに言えるわけですね。あとはこのフォーマットに合わせるよう変形してあげると。2倍してあげれば、2ラージ x プラス y が10以下。こっちは、移行してあげると、3ラージ x 引く y がマイナス4以上というふうになると。こんな感じですね。ここまでよろしいですか？これが満たしますよと。で、ラージ x とラージ y が丸4と丸5を満たすとき、ラージ y の取り得る最大の整数の値は何とかである。また、x、y がその辺を同時に満たすとき、x の取り得る最大の整数の値は何とかである。これ非常にいい問題ですね。非常にいい問題。要は、これを見て、おそらく適当に連立させて、足したら 5x イコール6だから、x イコール5分の6で、y イコール、それ計算してあげると 7.6 で、7.6、7みたいな、最大の整数だから7みたいにやってる方も多いと思うんですけど、それじゃダメ。2次だとね。センターだとなんかそれでいけるっぽいんですけど、ダメですと。どういうふうに考えていくかというわけなんですよ。これを満たすもののうち、ラージ y の最大の値はって言われたら、どういうふうに考えるか。もちろん、これ図で考えるんですよね。図でしっかりと考えると。だから 2x プラス y が10以下っていうものをしっかりと書いてあげると、こういう感じ。ラージ y がマイナス2ラージ x プラス10。これがここの部分なんですよ。これイコールじゃなきゃダメだね。イコール。で、ここの部分は、つったら、ラージ y が3ラージ x プラス4以上と。だからこんな感じ。これラージ y イコール3ラージ x プラス4と。この範囲を考えてあげると、こういう風になるわけですよね。こういう感じで、ラージ x とラージ y、二変数関数の不等式がこう出てきた場合っていうのは、グラフで視覚化することによってうまくいく場合が多いよっていうことはしっかりと知っておきましょう。そうすると、この範囲に入る中でラージ y の取り得る最大の整数の値はっていうのは、すぐわかるわけなんですよ。っていうのも、ここの交点をまず求めてあげると、さっき求めた方法でやると、1.2 と 7.8。ちょっと、7.6 か。小数点の方が実は分かりやすいのね。1.2、7.6 っていうのがここの交点になってくるわけだから、じゃあ、y の取り得る最大の値はって言ったら、この中に含まれるので最大のものって7ですよね。だからここ7っていうのが目で見て分かるわけですよ。じゃあ、x と y が7、ログ 3y イコール7。要は、ラージ y が7を同時に満たすとき、スモール x の取り得る値の最大の整数はっていうものですね。で、スモール x、要はこれっていうのはラージ x の範囲なので、ラージ x、ログ 3x の最大値はわかるわけですよ。で、ログ 3x っていうのは、x が大きくなればなるほど、ラージ x っていうのが大きくなるようになってますよね。つまり、x の最大の整数っていうのは、一旦ラージ x の最大値を求めてあげるっていうことが必要だというわけですね。そうすると、ここですね。ログ 3y が7の時。ラージ y イコール7の時の最大値っていうものはどこかっていうと、ここなんですよ。ここ。そうすると、ここの部分っていうのは、ラージ x イコール、これマイナス 2x プラス10の y に7がぶち当たってるわけですから、ラージ x イコール2分の3ということがわかるわけなんですね。はい。そうすると、ラージ x イコール2分の3か。ってことは、ログ 3x っていうのは2分の3以下だということがわかるわけなんですよ。ログ 3x が2分の3以下と。ってことは、x は3の2分の3乗以下ですね。この3の2分の3乗っていうのは3ルート3だと。
で、ルート3っていうのはだいたい 1.7 点点点と 1.73 とか。だから、これ 5.19 あたりなんですね。だから X っていうのは最大の整数は5なんですよ。こんな感じで図で見てあげればわかると。ちなみにですよ。これ5っていうのは書いてよかったんですけど、2次だと実はちょっとだけ三角。なぜかというと、5.19 以下だからといって、5が含まれるとは限らないですよね。5.01 以上5.19以下だったら、最大の整数っていうのはそもそも存在しないっていうか、整数が値がないわけになっちゃうので、ちゃんと2次の範囲だったら、ラージ Y が7の最小の部分。それは要は、ラージ X っていうのは 7-4 で3になって、ラージ X イコール1になりますね。ここの部分が1だと。だから、ログ 3x が最小値は1だから、ちゃんと x は3以上。だから3以上3ルート3以下の範囲で、最大の整数はちゃんと5になってるってことを確認しないと、実はいけないと。そうなんですね。ということで、2次になると、一気に気をつけなきゃいけないことが増えるわけなんですよ。2次になると意識しなきゃいけないことが増えるのを、ちゃんとセンター試験の問題を通して、2次ってこういうことか。じゃあちゃんといろんなセンターに必要な知識以外の方法で勉強していかなきゃいけないなということを学んでもらえたらいいかなと思います。ということで次第2問ですね。ここは微分積分の話ですね。で、出ましたね。テクニック。今回の問題でね、実は20年分徹底解説シリーズで20年で12回出た微積のテクニックっていうところの解説をしたんですけど、これでちゃんと出たので21回中13回出たことになりますね。だから結構コメントとかで微積短縮できましたと言ってる方が多かったなということで出してよかったなと思います。とりあえず解説していきます。で、ちゃんと2次を意識した解説をしていきます。A が0より大きい場合とし、fx イコールこれと置く。で、座標平面上で放物線y イコール x2 乗プラス 2x プラス1を C、放物線 y イコール fx を D とすると。これを D とする。また L を C と D の両方に接する直線とする。共通接線ですね。かつ、この x2 乗の係数がどっちも1なので、いい感じに、公式っていうか、テクニックが使えそうだなっていうのが想像つくわけですね。今回ね、テクニックにあんま使わずに、誘導に沿っていこうと思うんですけど、L の方程式を求めよう。L と C は点 t、t2 乗プラス 2t プラス1において接するとすると、L と D は点 s、fs において接するとすると、っていう風に書いてありますね。で、ここで丸1と丸2は同じ直線を表しているので、t イコール s イコールが成り立つ。したがって L の方程式はと。L を求めるために、L と C、C の交点を、接点を t、t2 乗プラス 2t プラス1という風に置いてあげる。ここの接点を sf プラス s と置いてあげる。で、それぞれ直線の方程式を求めて、これが同じものになってればいいよねっていうことで、ここの、傾きと y 切片の部分をイコールで結びつけてあげて、t と s を求めてあげるっていう流れでやっているわけですね。大丈夫ですか？これを別に、この誘導なくて L の方程式を求めようでもできなきゃいけない。っていうのは、結局は接するっていう条件をどのように使うかっていうことなんですよ。で、接するっていうのは、まず、二次方程式以外だったらもう微分しかありえないですね。一応、正式だったら x-α の2乗みたいなので、接点を α と、の x 座標を α とすると x-α の2乗で因数分解できるっていうのがあるんですけど、それ一旦置いとくと、微分っていうものを使わなきゃいけない。で、微分を使うには何をしなきゃいけないかっていうと、接点から考えるしかありえないんですよ。だから接点から考えて、微分させて、で、接するっていう条件をこれに落とし込んでるわけですね。あとは共通してるっていう条件を、これでイコールで結びつけてあげると。そういうことなんですね。ただ、一応二次方程式、二次関数に接するっていうのは d イコール0、判別式イコール0っていうものを使ってあげればいいので、例えばですよ、どっちも判別式で使いたい場合は y イコール mx プラス n という風に置いてあげて、fx と gx をそれぞれ連立させて d イコール0っていうのを2つやれば m と n の2つの式が出てくるっていうのが1パターン。2パターンとして、それを混合させて、片方接点で置いて、この直線の方程式を出してあげる。それをもう片方の放物線と連立させ、それが接すればいいっていうことで d イコール0っていう風にしてもいいですね。よろしいですか？はたまたもう一パターンがあって、テクニックを使うパターンですね。この共通接線っていうのは開き具合が一緒、x2 乗の係数が一緒ということから、この頂点を結んであげた時の直線に平行だと。それを見てあげるとね、実はこの傾きが2っていうのはもう瞬殺でわかるんですけど、それはテクニックだし、この誘導に乗るっていう意味では、あんまりね、誘導に乗ってたら別に必要ないっていうか、もう
当然2ってテクニック使うよりも先に2が出てくるので、今回はそれをしない方がいいかと思うんですけど、こういう考え方があるわけですね。だからどうやってこの接するっていう共通接線、両方に接するっていう条件をどう使っていくかっていうことがミソになってくるわけです。あとは誘導に乗っていくだけなんで、点 t、t2 乗プラス 2t プラス1によって接するだったら、L と C ね、これ。微分して 2x プラス2になるから、傾きは 2t プラス2になるわけですね。で、y イコール 2t プラス2、かっこ x マイナス t プラスこれというのが直線の傾きになるわけだから、あとはこれ入れてあげるとプラス1かな、ここは。いう感じになるわけですね。はい。で、次、L と D は点 SFS において接するとするとっていうのは、これをまた微分してあげると、2x2 乗マイナス、かっこ 4a マイナス2と。それに S を代入するわけだから、ここに 2s マイナス 4a プラス2っていうのが傾きとしてやってくると。で、あとは、これに、SFS っていうものが通る一点なので、傾きがこれで SFS を通るってことから y 切片の部分を求まると。y イコール 2s-4a プラス2に、かっこ x マイナス s プラス fs だから、s2 乗マイナスかっこ 4a-2、かっこ s プラス 4a2 乗プラス1と。で、このマイナス s をここに入れて、ここバーっと展開してあげるわけですね。そうするとどうなるかというと、a2 乗が 4a2 乗か。で、定数項の部分がプラス1かな。こういう風になるわけですね。はい。よろしいですか？これ別に、この穴埋めだから、これで、この a2 乗に対応するのはどれかなーっつったら、この 4a2 乗しかないじゃん。で、定数項に対応するとこない、どこかなこのプラス1以外全部文字含んじゃうじゃん。っていうことですね。2次だったらちゃんと全部展開してあげて、本当にこうなってるかっていうのを確認しなきゃいけないわけなんですけど、とりあえず大丈夫と。じゃあ、ここで丸1と丸2は同じ直線を表しているので、っていうことで、2t プラス2イコール 2s-4a プラス2。ちょっと半分に2で割れるので、2で割って、こうやって書きますか。イコール s-2a プラス1。で、プラス1の部分はまた消えてくれると。で、かつ、マイナス t2 乗プラス1イコールマイナス s2 乗プラス 4a2 乗と。これまた、プラス1ね。で、このまたプラス1の部分が消えてくれると。だから、t イコール s-2a かつマイナス 2t2 乗マイナス s2 乗プラス 4a2 乗っていうのを、これを求めてあげればいい。あとは t イコール s-2a をここに代入してあげてとか求めてあげることによって、t イコール0、s イコール 2a っていうのがわかるわけですね。これできる。こんな感じでやっていくというわけなんですよ。で、従って L の方程式はつったら、この L の方程式、こっちにt イコール0入れるか、こっちに s イコール 2a 入れるか、どっちでもいいんですけど、これ入れてあげれば y イコール 2x プラス1ということがわかるわけなんですね。よろしいでしょうか？特に難しいっていうことはないかなと思うんですけど、2次の場合、ちゃんとこの誘導なくても解けるかなっていうことをしっかりと確認してもらうという感じですね。次、括弧に、2つの放物線 CD の交点の x 座標は、C と D の x 座標の交点、ここね、この部分を求めてあげるならば、当然、これイコール、これを連立させてもいい。はたまたここのね、2つの接点の中点っていう風に見てあげて、S イコール A という風に求めてあげてもいいんですが、これ連立させてあげれば、一応2次ではいいですね。移行して割ってあげてとかやったら A っていうのがわかるんですよ。で、C と直線 L および直線 X イコール A で囲まれた図形の面積を S とすると、C と直線 L。C と直線 L と A。こういうことか。こういうことね。この部分のことを聞いてるわけかっていうわけなんですね。で、ここが A と。これもう3分の1公式みたいなの使えますよね。3分の 1×A-0。この0の3乗と。だから3分の A3 乗っていうのがすぐ使えるわけなんですよ。よろしいですか？この形まんまですよね。だけど2次だと3分の1公式って何ですかっていう風になるんですよ。僕もね、3分の1公式って言われたらちょっとね、イラッとはしますね。2次だったら。そう。センターだったらね、もうテクニック使ったもん勝ちなんですけど、2次で記述でこれ書かれたら、イラッとするというわけなんですね。だから、なんで3分の1公式が導かれるかまで、ちゃんと意識しなきゃいけないと。2次の範囲だったらっていうこと。もう本当に2次の範囲だったらっていうことを強調させてください。で、じゃあ、3分の1公式って何かっていうと、この面積を S とするときに考えなきゃいけないことっていうのは上引く下と。で、上引く下、これ x2 乗プラス 2x プラス1引くこの 2x プラス1ですね。今回の場合別に3分の1公式の公式を使うまでもないっていうか、ここが消えて、イコール x2 乗 dx だから普通に積分できちゃうのか。普通に積分できちゃうんですね。こんな感じで。今回はこれでうまくいくんですけど、うまくいかない場合も、これ、点0で接してますよね。点0で接している。っていうことは、これ x2 乗になるの当たり前なんですよ。x2 乗になるの当たり前。なんでかっていうと、
0で接するっていうことは因数分解する x2乗。まあ、点 A で接するなら x-a の2乗でくくれるっていうのが当たり前なんですね。で、この x- じゃあアルファとしますか。アルファの2乗を積分するとどうなるかっていうと、3分の 1x- アルファの3乗、まあ、プラス c というふうになるわけですね。だからこれアルファからベータまでっていうふうに考えると、こいつにアルファとベータを代入してあげると。そうすると、ベータ入れたら3分の1ベータマイナスアルファの3乗になって、アルファ入れたら0になるということで、結局3分の1倍のベータ引くアルファの3乗になるわけ。これが3分の1公式の由来。こういう風に因数分解できるのがこういう風に積分できて、これ一応厳密には数差の知識なんですが、文系の方も知っといていいのかなと思います。こんな感じでよろしいでしょうか。じゃあ次、A が2分の1以上とする。2つの放物線 C、D と直線 L で囲まれた図形の中で、0以上1以下を満たす部分の面積 T は、これの時 A の値によらず T イコール何？うん。なるほど。要は、ここの部分ですね。もう一回書き直しますか。ここで。こうして、こうして、接する。で、ここは0。ここは 2A と。いう時に、ここの囲まれた部分の図形の中で、ちょっとここ接してるように見えないんですけど、ここで接してると。その時に、0以上1以下を満たす部分の面積 t っていうことを考えるわけですね。これも当てていくわけですよ。二次関数の最大最小問題と一緒ですよね。こう当てていく。で、a が2分の1以上。0から1で a が2分の1以上。だから0から1で、1の部分がどのあたりに入ってくるかっていうことを考えてあげる。その時に、いろんなパターンありそうですよね。ここの部分よりこっちか、あとこの接点よりこっちか、こっちか。っていうその3つの場合が考えられる。ただ今回 A が2分の1以上っていう条件があるわけだから、A が2分の1以上ってことは 2A が絶対1以上と。だから1がここに入ってくることはありえないわけですね。だからこの2パターンのどっちかっていうことがわかる。で、かつこの交点はさっき求めたように A と。つまり A の部分に1が A よりもこっち側にあるかこっち側にあるかの2パターンでその面積が変わってくるというわけですね。だからここおそらく A が1より大きい場合と2分の1以上1以下の場合の2つに分けて考えていくんだろうなってことは分かるんですが、これ分かんなくても1より大きい場合、つまり A の方が大きいってことは、ここの間に入ってくると。0、1。あ、この場合ってここの面積を求めなさいって言われてるわけだから一定ですよね。で、同じようにここの A の部分が1になるだけ全部。まあ3分の1公式使ってあげてもいいですし、要は3分の1になるわけですよ。よろしいですか？で、この上で今度は2分の1以上1以下の時っていうのはどうなるかっていうと、ここですね。ここに変わってくるわけなんですよ。A が。じゃあこの面積 t はっていう問題がここですね。で、普通だったらどういうふうに考えてあげるかっていうと、0から a の部分が3分の a3 乗。あとは a から1まで上引く下っていうのが変わってくるから、それを計算してあげると。3分の a3 乗足す a から1、この x2 乗引く 4a 引く 2x プラス 4a2 乗プラス1引くこの 2x プラス1っていうのをやって積分計算バーっとしてあげて求めるというのが一応普通のやり方。で、ちょっと工夫するのであれば、上引く下が 2a で接するから、カッコ x-2a の2乗っていう風に因数分解できて、3分の1カッコ x-2 の3乗、こういう感じにできて、それに1と a をそれぞれ入れて差を取ってあげるっていうのが2つ目の賢いやり方。一番センターで最速で解くとなると、この形12分の1公式まんま使いますね。そこからここの部分を引いてあげるっていう風に見てあげると、実は最速。12分の公式。まあ A なんですが、その x2 乗の計算は1だからそれで、で、この差が0と 2a だから 2a の3乗。2a の3乗と。これが、この囲まれた部分全体で、そこから a から 2a の部分を引いてあげればいいわけだから、引く、これは3分の1公式ですね。3分の1、2a 引く a の3乗と。これで。あ、間違えた。すいません。1だ、ここ1だから 2a 引く1の3乗ですね。ここ a じゃなくて1だったね。1。だから3分の1かっこ 2a 引く1の3乗だと。これを計算してあげるのが、一応最速ですね。はい。これを計算してあげると、ここの分が3分の 2a3 乗になって、3分の 2a3 乗引く3分の1かっこ、ここが 8a3 乗引く 12a2 乗足す 6a 引く1と。これを計算してあげると、マイナス 2a3 乗プラス 4a2 乗、マイナス 2a プラス3分の1と。こういう風になるわけです。こんな感じで最速で求められる。括弧4。次に括弧2括弧3で定めた st について u イコール 2t-3s と置く。2t-3s と置く。a がこの範囲を動くとき、
2分の1以上、1以下を動くとき、u は a イコール何で最大値を取る。これの最大値を求めようっていうことですね。2t-3s。これはもう 2t-3s っていうのが a の関数で表せるわけだから、あとはそれを、その最大値最小値を求めるってなったら、当然、グラフで考えるんですよ。微分をするより先に、グラフで考えて、その最大値最小値を考えてあげる。だから、グラフを考えるときに、3次関数のグラフって言ったら、微分しかないから微分をしてあげるっていうことが流れなんですね。実は。ということで、2t-3s っていうのを計算してあげると、2t がこれの2倍で、引く a3 乗だから、u イコール、マイナス 5a3 乗プラス 8a2 乗引く 4a プラス3分の2と。こういう風になるわけなので、u を微分してあげると。u を微分してあげると、マイナス 15a2 乗プラス 16a 引く4。これは、マイナス 3a 引く2、5a 引く2ということで、a が3分の2と5分の2の時に、極大値、極小値を取ると。こんな感じですね。ここは5分の2で、ここは3分の2と。で、範囲はって言われたら、2分の1以上1以下と。ちゃんと常に範囲を意識しなきゃいけないというわけですね。だから、ここの2分の1から1の間で最大値って言ったら、最大値って言ったら、a イコール3分の2の時ですね。3分の2の時に最大値はって言ったら、ここに3分の2を代入していかなきゃいけない。計算めんどくさいですよね。マイナス27分の40足す9分の32。だから、27分の56が出てきて、引く3分の8だから、3分の8足す3分の2で、マイナス2だから、27分の2か。になるわけですね。というわけで次、第3問、数列ですね。この数列、結構えげつない数列ではあるんですけど、ちゃんと誘導に乗っていけるかっていうところがポイントですね。あと、最初のこの bn を置くっていうところの誘導は必要かもしれないんですけど、これ以外の誘導はなくても、ちゃんと解けるようにしなきゃいけないっていう問題かなと思います。はい。で、ちなみにその東大王の砂川くんと教育系 YouTuber の呼びのりたくみさんとコラボを最近して、クイズ正解は1週間後っていうので、センター試験何が出るかなっていうのを予想したときに、僕は部分分数分解という風に言ったら、本当に出ましたね、部分分数分解。びっくりしましたね。はい。それは余談はさておき。じゃあ解いていきましょう。数列 an は、諸項 a1 が0と。a1 が0。で、全化式をこういうものを満たす。こんなんわかんないじゃないですか。こんなんわかんない。わかんない場合に、こんなんで見たことない。見たことない問題っていうのは、大体ね、誘導がついてれば一つ。誘導がついてなかったら、実際にね、A1、A2、A3 って求めていくと、ある規則性に基づいて答えが出てくるから、ちゃんとそれで数学的機能法で証明してあげるっていうパターンが2つありますね。もうこれ見たことないと。少なくとも、これいつものパターンではやったことない問題だっていうことをしっかりと認識する。そのためには、普段パターン問題をしっかりと頭に入れておくっていうことは重要なんですよ。要はパターン問題を、これ何のパターンだわかんないな。誘導ないかな誘導ない。じゃあちょっと代入していこうって A1 から A5 ぐらいまで求めて、規則性探して機能法で求めたい、証明したいなとか、そうやっても意味ないんですよね。だからちゃんとパターンに当てはまる問題じゃないってことはしっかり誘導に乗っていけばできるはずの問題だっていうことを認識することが2次では重要だと。括弧1、A2 イコール0。これに N イコール1を入れていけばいいわけだから、1入れていけばいいわけだから、2分の4括弧 3A1。3A1 は 3×0 と、足す3の2乗だから9。引く1入れると 2×3 か。だから、9-6で 3×2 だから6ということがわかるわけですね。入れるだけ。B、括弧に Bn イコールこれと大きい数列 Bn の一般項を求めよう。もうね、あとはね、何も誘導なしで、この最後のan イコールを求めてあげてっていうことはできなきゃいけない問題じゃ問題。要はこの誘導があって、これを Bn を使ってうまく変形してあげたいと。わけですよね。そうすると、この an 足す1の部分が、ここに an プラス1っていうのを考えると、bn プラス1になってほしいんですよ。ってことは全体何すればいいかというと、3の n プラス1乗 3n プラス2 n プラス3で割ってあげるっていうのは当たり前なんですね。この bn に n プラス1入れると、3の n プラス1乗 n プラス2 n プラス3分の an プラス1になるわけですよね。だから、ここの部分が bn プラス1になるために、これで両辺割ってあげなきゃなっていう風になるわけなんですよ。よろしいですか？一旦その前に B1 を求めてあげると、B1 は当然 B1 イコール、これに N に1を入れる場合で A1 が0なんで、その時点で0ですよね。で、これを全体をこれ1で割ってあげると。そうしたら、
まあ、左辺は bn プラス1じゃん。右辺の部分はつったら n プラス1分の n プラス3を割ってあげると、ちょっとここに書くと、n プラス1分の n プラス3に、3の n プラス1乗、n プラス2、n プラス3分の1をこうやって割ってあげるわけですね。で、3an 足す3の n プラス1乗引く n プラス1、n プラス2と。こういう風になるわけなんですが、ここで n プラス3が約分されると。その結果、3の n プラス1乗 n プラス2 n プラス1分の1になると。じゃあ、この一つ一つの項に考えてあげると、3an のところは3がここで1個約分されて、3の n 乗 n プラス1 n プラス2分の n になる。だから bn まんまになる。bn まんまになった。次、3の n プラス1乗の項を考えてあげると、これそのまんま約分されますね。こいつが、こことここが約分されると。とすると残るは n プラス1分のかける n プラス2分の1だけ残りますね。ここ2か。分の1というのが残りますね。よろしいですか？で、次。ここの項っていうのは、こことここが約分される。こことここが約分されるわけだから、結局残るのはマイナス3の n プラス1乗分の1というのが残りますね。よろしいですか？まあ、ただし、1小なり2とする。という感じです。じゃあ、従ってっていうところがあるんですが、これはね、なくてもこれもできなきゃいけない。なぜかっていうと、これを見て、どういう全化式の形になってるかっていうことを押さえなきゃいけないんですよ。これも解差型ですよ。bn プラス1っていうものが bn にこういうものを足してあげるんだよっていうものっていうのは解差型になってると。しっかりとこいつを1から n-1 までシグマの和で足してあげることによって求めてあげるというのがポイントなんですね。よろしいですか？なるほど。これを見つけてあげなきゃいけないのか、しっかりと。じゃあこれを足すときにどうするんだ？シグマ和。こいつをシグマ和するときに何しなきゃいけないか。分母が2以上。2次以上のシグマ和。って言われたら、もうパターンなんですね。部分分数分解。終わりっていうことなんですよ。で、こっちは等比数列の和。だから等比数列で考えなきゃいけないのは初項、項比、項数と。もうこれでもう全部できるわけですね。もうあとは簡単。bn プラス1 bn。これ移行しただけですね。そしてここの部分がここに対応する。これを部分分数分解してあげると、これは一旦1121という風になると。もし分かんない場合は、これ x、y っていう感じで置いてあげて、これ係数比較してってやってあげればいいんですけど、今回は必要ないですね。で、ここ3と。じゃあ、あとはこいつを、1から n-1 まで足してあげようっていうのがもうパターンとしてあるわけで、n を2以上の自然数とするとき、ここに1、1、2、1っていうのが入ってくると、これ、どんどん消えていくわけですよね。これ fk とすると、ここが fk プラス1になってるわけだから、これ 1n-1 をこう順番に入れていくと、f1-f2 足す f2-f3 足す点々点っていうのがあって、最終的に fn-1 足す、引く fn かっていうのが残るわけです。なんですよ。とすると、ここの部分はさっさっさっさと消えていって、残るは f1-fn っていうのがわかるから、ここに2分の1、要は最初のここに1を入れる2分の1と、この最後に n-1 を入れる2分の1引く n プラス1分の1。2分の1引く n プラス1分の1が残るわけ。だから、2、これ 2×n プラス1の n プラス1引く2っていう風に見てあげれば、ここは n プラス1、n 引く1っていうのがわかるわけですね。大丈夫ですかね？次。この3分の1の k プラス1乗。これは等比数列の和ということで、初項と項比と、項数をやってあげればいいというのは、群数列のところでお話した通りと。初項が3分の1の k イコール1のところに入れてあげれば9分の1ですね。初項をまず考える。次、項比を考える。項比は3分の1ですね、当然。だからこういう風に書いてあげればいい。で、項数はつったら1から n-1 まで足すわけだから n-1 個。だからここに n-1 っていうのを乗っけてあげれば終わり。そうすると、ここが3分の2になって、9×3 分の2がここ6になるわけですね。だから6分の 1×1-3 分の1の n-1 乗。これ、うまくやってあげると、6分の1引く6分の1かけこれだから、6分の1のうちの3分の1を1個上げれば、こういう風になると。6分の1引く2分の1かっこ3分の1の n 乗と。これ何でさせてたかっていうと、戻ると、解差数列型で1から n-1 までここの部分を足してあげなきゃいけないからですね。だから、これを成り立つことを利用すると bn はっつったら、bn イコール b1 プラス k イコール1
n-1 のこいつね。こいつを fn とした時の fk になって、これっていうのは b1 は0だったね。で、ここの部分っていうのは、これ引くこれってことは、これ引くこれということが言えるから、足す2分の1、かっこ n プラス1分の n-1、引く、ここの6分の1足す2分の1、3分の1の n 乗っていうのが入ってくるのか。よろしいですか？そうすると、ここの部分が、ここに入ってきて、ここの部分はこれと。これがそのまま2分の1、3分の1の n 乗。これ計算してあげると、6かっこ n プラス1っていうものを下に立てると、こっちが、左側が 3n-3 になって、こっち側が、n プラス1なのか。だからここが 2n-4 とかになって、計算すると 3n プラス 1n-2 というのがここでわかるわけですね。はい、これで終わり。じゃあ実は2次ではダメなんですね。なぜかというと、ここで一応センター試験だから、もう書いてあるんですけど、n を2以上の自然数とする。で、n イコール1の時も成り立つ。これがね、必要なんですよ。なぜかっていうと、これはもうパターンとしてしっかり押さえてほしいんですけど、解差数列だから n が2以上。まあ、それでもいい。じゃあいいんですが、こういうね、シグマとかに n-1、シグマに n-1 が含まれるとか。まあ、n-1 だけじゃなくて n-2 とかね。あと、an-1 とか、ここに n-1 が含まれるようなものを扱う場合は、ちょっと注意しなきゃいけないんですよ。っていうのも、n-1 を代入するっていうのはどういうことかっていうと、2以上の場合にその1個前の項との比較で考えてあげてるわけですよね。1の場合、1個前の項っていうものが存在しない以上、これできないんですよ。要はシグマの上に0が入ったら、k が1から0まで足す。1から0まで足す遡る。どういうことっていう風になるわけなんですよ。だから、2以上の自然数。これ、記述式で常に注意しなきゃいけないのは、an-1 とかシグマの上に n-1 とか乗っける。はたまた n-2 とかもそうですけど、その場合に、あれこれ、2以上じゃないといけないなっていう風なのをちゃんと反応してあげるってことですね。そうしたら忘れにくくなるんじゃないかなと思います。まあもちろん n-1 っていうのは存在しない場合でも実はその理論的に積み重ねていくと2以上じゃなきゃいけないよねっていう場合が出てくることもあるんですけど、一旦は n-1 っていうのを見たときに、そういえば2以上じゃないといけないっていうことをなんとなく頭の中で思い浮かべてあげるとミスは減ると。今回の場合、解差数列の場合は確実に n-1 乗が出てきて、それっていうのは1個前との関係でっていう理論があるわけで、その1個前との関係でっていうのは n イコール1の場合は、1個前が存在しない以上、この理屈が成り立たないと。だから n が2以上の場合っていうものを一旦求めてあげた上で、n イコール1の時は、これに含まれてるかなっていうことを確認していかなきゃいけないというわけですね。2次でちゃんと注意しなきゃいけない。はい。じゃあ次。カッコ3。カッコ2により an の一般項は単純に長いですね、この問題。an イコールなんとか。で与えられる。ただし、なより2を置き。で、このことから全ての自然数 n について an が整数となることがわかる。なるほど。待って。なるほど。こいつを求めて、bn っていうものはそもそも、これ3の n 乗 n プラス1、n プラス2を an 割ったものだったわけだから、ってことは、an っていうものを戻してあげると、こいつをかければいいんですよね。かける3の n 乗 n プラス1、n プラス2。これ全体に3の n 乗 n プラス1、n プラス2をかけてあげればいいのか。という風になると。じゃあ、あとは、左側の項で考えてあげると、3が1個約分されて3の n-1 乗になる。で、n プラス1が約分されて、n-2、n プラス2が残る。すなわち n2 乗 -4 ですね。だから3の n-1 乗がここにやってきて、n2 乗 -4 が来ると。で、その次に、こっち側は3の n 乗と3の分の1の n 乗が約分されるから2分の 1n プラス 1n プラス2になると。2分の 1n プラス 1n プラス2になると。こんな感じですね。で、一応チェックするといいかなと思うのが n イコール1の時ちゃんと成り立ってるかなと。n イコール1の時3の1乗かける、1-4でマイナス3足す2分の 2×3 で3と。マイナス3足す3で0になってる。だから a1 イコール0っていうものは成り立ってるわけですね。こういう感じで、一応検算しておくと、この n- が n-2 になってた時に、違うっていう風に気づくわけなんですね。こんな感じでしっかりと検算してあげてほしいという感じですね。で、このことから全ての自然数 n について n は整数となることがわかる。これは絶対整数。2分の n プラス 1n プラス2も整数ですよね。連続する2整数は絶対2の倍数だから整数ということがわかる。じゃあ、括弧4。k を自然数とする。a3k プラス a を3で割ったまりはそれぞれ何とかである。k 自然数だから、要は、1、A3、A4、A5 とか A6、A7、A8、点ってことですね。これで注意しなきゃいけないのは A1 と A2 が含まないってことなんですね。
で、少なくとも HA2 が含まない時点で、3の n-1 乗っていうところは絶対3の倍数だと。これの全体の3で割った余りを求めてるんですかね。だからここの2項についてしっかりと分けてあげる。3の倍数かな、3の倍数じゃないかなっていうのを2項で分けてあげてるわけなんですけど、ここで注意しなきゃいけないのが、ここの部分を見てあげると、絶対3の倍数だと。絶対3の倍数嘘だって思う方いるじゃないですか。そうなんですよ。n イコール1の時3の倍数じゃないんですね。だから n イコール1の場合は別で考えなきゃいけない。一方 n イコール1のじゃない場合、要はこれって絶対自然数である以上、n は1っていうのは含まれないので、今回考えなくてよくて、n が2以上の場合は絶対ここ3の倍数だから、これ全体は絶対3で割り切れるんですね。この四角内は。じゃあ、あとは、右の四角がどういう感じになってるかなっていうことを考えていってあげればいいというわけですね。よろしいですか？あとは、簡単。この n が3で割って0余るとき、3で割って1余るとき、3で割って2余るときに、3で割った余りはそれぞれどうなってるかなっていうことを考えてあげればいいわけですね。で、ここでちょっと難しいのが、分の2、2分のっていうところが、モードにおいて、どういうふうに影響してくるかっていうことなんですね。これがすごく、ちょっと難しいところでもあるんですよ。まあこれ分かんない方は、要は、n を3で割った時の余りが1だったり2だったりする場合っていうのは、n プラス1と n プラス2の積っていうのは絶対3の倍数になりますよね。余りが1だったら、それに2足せば3の倍数になるし、余りが2だったら、足して1足してあげれば3の倍数になるわけだから、絶対これ割るにしても3の倍数だと。つまり、3k プラス1とか 3k プラス2とか n を3で割った時の余りが1、2の時は00っていうのはすぐ分かると。じゃああと 3k の場合どうかなっていうことを考えてあげるわけですよ。2分の 3k プラス1、3k プラス2の部分が3で割った時の余りってどうなんだろうっていうことをしっかりと考えなきゃいけない。これどうなるか。どうなりますかね。これ一応割ってあげればいいわけですね。2分の 9k2 乗足すこういう風になるわけなんで、2分の9過去 k 過去 k プラス1プラス1というわけなんですが、ここの部分って絶対3の倍数ですよね。なぜかっていうと、k プラス1を2で割ったものっていうのは絶対整数で、それに9、3の倍数かけたら3の倍数になると。だから余りが1になるわけなんですね。これちょっと難しいかもしれない。で、次。また an の初項から2020項までの和を3で割った余りは比である。なるほど。A の初項から第2020項までか。要は3で割った余りっていうものをそれぞれ考えてあげてるわけですよ。A1、A2、A3、点々点、A4、点々点と。っていう風に考えてあげたときに、A3K、A3K プラス1、A3K プラス2、K が自然数の時は1、0、0の順番でローテーションしていく。これ群数列って言っていいのかわかんないですけど、群数列っちゃ群数列みたいな感じですよね。100、100っていうのはここでわかると。じゃあ A1、A2 の時はって言ったら A1 が0、A2 が6っていうのはさっき求めたので0、0ですね。これ見てあげると、001、001の繰り返しだっていう風に見てあげることができるというわけなんですよ。こんな感じで。1。じゃああとは、このローテーションが何個あるかなっていうことを考えてあげればいいわけで、2020割る3をしてあげると、673余り1と。つまり、この塊が673個出てきて、最後に、こんな感じで、673個ある、最後に1個出てくると、項が。よろしいですか？そうすると、こいつらを足してあげると、3で割った余りっていうのは673ですよね。1。一つあたりに群で1しか出てこないわけだから、それが673個。で、余りの最後の項が0だから673と。だから結局3で割った余りは673と言えるわけですよ。3で割った余りが 673？ いや、3で割った余りって1桁やんけ。0、1、2のどれかやんけ。それはつまり673を3で割った余りを求めてあげればいいと。これ割る3普通にしてあげてもいいですし、はたまた6と7と3合計してあげて16ですね。16。の各位の和を3で割った時の余りっていう風にしてあげてもいいと。余り1と。記述式では、こういう風に頭の中考えながら673を3で割った時の余りは1なので答え1みたいな感じでさらっと書いてあげる。みたいなことですかね。はい。こんな感じで求められるわけですね。とにかく数列ね、これのはちゃめちゃな式あったら、とりあえずはちゃめちゃで自分のパターンにはない式だっていうことをしっかりと認識することが2次では重要。そのためにはきちんとパターンの全化式を全部押さえておくっていう、そういった勉強がまず必要になってくるわけですよ。パターンじゃないっていうことを認識するにはパターンをしっかり押さえていくことが重要なんですよ。こんな感じでやっていきましょう。
こんな感じで2次に向けて勉強してもらえればいいかなと思います。じゃあ最後、ベクトルの問題ですね。これまた超良問ですよ。これ本当に2次でも使えると。点 O を原点とする座標空間に2点 A と B を取ると。3点 OAB の定める平面を α とする。また α に含まれる点 C はこれを満たすとする。で、OA のベクトルの絶対値と OB の大きさ。あと OA と OB の内積というわけですね。これは A と B が座標として与えられてるから、もう何も考えずに求められるというわけですね。なるほど。だからこれの2乗足す、これの2乗足す、これの2乗のルートで計算してあげると、3ルート6か。で、OB の大きさって言ったら、これの2乗足す、これの2乗足す、これの2乗のルート。だから、2× これ×これと 2× これ×これが相殺されるわけですね。2AB とマイナス 2AB が相殺されるわけだから、A2 乗足す B2 乗が2つ出てくる。っていう風に計算してあげると、4、12で16の2倍で32、足す4の2乗で16で48のルートだから4ルート3という感じで、パパパッと処理できたらいいかなと、理想かなという感じですね。で、OA と OB の内積はって言ったら、これかけこれとこれかけこれ。で、この3の6ルート3の部分が相殺されるから、6足す6、12足す24で36という感じですね。次。点 C は平面アルファ上にあるので、こういう風に求めるわけなんですけど、要は、点 C っていうもののベクトルっていうか座標を求めたいっていう問題ですよね。言ってしまえば。イメージとして。この時に A ベクトルと B ベクトルを用いてやってあげると。これは非常に簡単っていうか、これを求めるときに考えなきゃいけないっていうのは、点 C っていうものはどういう点なのかっていうことをしっかりと認識してあげるっていうことですよ。だから点 C っていうのはどういうものかっていうと、アルファに含まれる点 C。だからアルファに含まれるっていうのが一つ、次、これを満たす、次、これを満たすっていう点が点 C ですよっていうふうに言えるわけなんですよ。なるほど。だから、OAB の定める平面に含まれる点 C で、かつ OA と OC ベクトルが垂直、OB と OC の内積が24というわけですね。だから、これらを単純に式で表してあげればいいんですよ。式で表す。じゃあ、これを式で表すには、つったら当然内積が0ですよね。垂直っつったらもうワンパターンですよ。内積が0。なるほど。じゃあ、こいつらを使ってあげたいんだけど、これを使うために OC が何者わかんないってなるわけですね。外心のね、ベクトルを求めるときでもね、同じような状況、ジレンマっていうか、に立ち入っちゃうんですけど、こういう場合に、どういう風に処理してあげればいいかっていうと、もうしょうがないから、こういう風に置いてあげる。こういう、普通だったら空間内だから、OC イコールってなったら、3つのベクトル。SA ベクトル足す TB ベクトルプラス、U かな ?U なんとかベクトル、R ベクトルみたいな感じで3つで表さなきゃいけないわけなんですね。ただ、今回、アルファに含まれるっていうところから、しっかりと別の3つ必要なものが2つに抑えられると。要は OAB に含まれるわけなんですよ。こんな感じで。OAB と空間があって、OAB の中に C があるって言われたら、この OA ベクトルと OB ベクトルっていうものと OC ベクトルっていうものは、こういう感じで表せるわけですね。だから、ここで底面アルファ上にあるからこうやって表されるっていうところは誘導としてあるんですけど、全く誘導としてなくても、この3つをどうやって式に落とし込もう。これは内積が0だな。これはもう内積そのまま。OC っていうのを分かんなきゃいけない。じゃあ OC っていうのをもう、あるベクトルをも決めてあげて、それでうまい感じに、式を立ててあげればいいのか。アルファに含まれるだからこうやって置いてあげればいいんだ。っていう流れですね。その発想を持ってほしい。そうすると、あとは、これ代入してあげればいいですよね。OC ベクトルがこうなわけだから、ここに入れてあげると、SOA の2乗、OA の2乗54ですね。だから、ここから 54S と OA と OC ってことは、OA とこれの内積は、OA×OB、OA と OB の内積に t 倍。だから 36t が0と。はたまた OB との内積が24っていうのをやってあげると、OA と OB の内積が36だから 36S 足す、TOB と OB か。だから OB の2乗の大きさね、48t。これが、24なわけですね。こいつを解いてあげれば終わり。これから、t イコールマイナス2分の3とか、マイナス2分の 3s になって、ここから t イコール48、移行して48して分けてあげれば、マイナス4分の 3s プラス2分の1とかになるのか。っていう感じで、うまく計算してあげると、4分の 3s イコールマイナス2分の1だから、マイナス2分の1、3分の4で、マイナス3分の2か。s がマイナス3分の2になって、t が1と
いう風になるのかな。うん。これで、うまい感じに S と T が求まりますよっていうことですね。で、従って OC の大きさはって言われたら、まあ OC の大きさマイナス3分の2 OA ベクトル足す OB ベクトル。だから、これを2乗してあげてっていうのでもいいですし、はたまた OC ベクトルっていうのはもう、座標平面っていうか、そのね、座標で表せるわけですよ。だからもう一旦表しちゃいましょう。っていうのもね、実は後ほど使うから。まあ後ほど使うからっていうのはね、ズルなんですけどね。この場ではわかんないから。普通マイナス3分の2、1っていうのを入れれば、あとはこいつを使ってこれら2乗してあげてっていう風にするのが普通なんですけど、まあ一旦ね、どうせ求めるんで、あとそれでもできるよっていうことですよ。これマイナス3分の2倍すると、マイナス2マイナス2、4になって、それと T1 だから OB を足してあげる。マイナス2マイナス2、4を足してあげると、2ルート3マイナス2ルート3いう感じで表せる。よって、こいつの大きさを求めてあげると2ルート6ということがわかるわけですね。こんな感じでいけるわけです。よろしいですか？じゃあ CB ベクトルは何とかである？CB ベクトル？B も C も座標分かってるよね。ていうか、視点 O だよね。OB-OC って置いてあげます。ということで、B と C の差を取ってあげればいいから、2E-4 と。2E-4 っていう風になるわけですよ。はたまた、OB-OC で、OC ベクトルっていうのは、マイナス3分の 2OA ベクトル足す TOB ベクトルなわけだから、OB からこれ引くと3分の 2OA ベクトルになるわけですよ。っていうことから、OA ベクトルの3分の2倍っていう風にしてもいいでしょう。とにかく、これがミソなんですね。これがミソ、実は。どういうことだろう。従って平面アルファ状の四角形 OABC は正方形とか長方形、平行四辺形、台形とかいろいろあるわけなんですけど、なんだどういうことだ ?OABC がある。なんかある。で、まあ、ここで OA と OC が垂直ってことから、OA と OC ここ垂直なんですけど、ここで CB ベクトルっていうものが分かった上で、従ってっていうのは、これ、22-4、33-6。3分の2 OA ベクトル。だから、ベクトルの整数っていうか、ベクトルの定数倍になってるっていうのはどういうことかというと、そのベクトルが平行なんだっていうことですよ。で、かつその大きさはその3分の2っていうところに対応してると。で、OA の大きさは、さっき3ルート6になってて、OC の大きさは2ルート6になってる。まあ、それは当たり前なんですよね。OA ベクトルが3ルート6で、その3分の 2OA ベクトルがCB になってるわけだから、これは当然2ルート6っていうのはすぐわかるんですが、要はこれ平行っていうのがミソなんですよ。大丈夫ですか？で、まあ少なくともこの長さが大きく同じじゃない時点で、平行四辺形とか長方形とか正方形になり得ない。ただここ平行だから台形には絶対なり得るということで、答え丸3なんですね。だから平行四辺形ではないけど台形なんですよ、これ。確実に。で、平行だからここも当然垂直と。こんな感じになるわけなんですよ。いいですね。ということで、OA 垂直 OC であるので、四角形 OABC の面積は何であるっていう問題だったら、もうこれ、ね、普通に求めてあげる。すいません。これ OC ベクトルの大きさだから、ここ2ルート6っていうのはね、わかんなかったね、さっきの時点で。ここが2ルート6っていうのは分かって、その3分の 2OA っていうことから、ここが2ルート6っていうのが分かるっていう流れでしたね。すいません。ちょっと、さっき混乱した方はね、すいません。はい。で、四角形 OABC の面積はって言ったら上底足す下底かける高さ割る2。5ルート6かけ2ルート6割る2と。で、約分して、ここがルート6、ルート6で6になるから 5×6 で30という風になるわけですね。よろしいですか？ここのね、これをしっかりと気づくかはミソ。2次とかでもね、出てきますよね。てか、超良問ですね。これは非常にいい問題。じゃあ、括弧4。OA 垂直 OD、OC と OD の内積は2ルート6、かつ Z 座標が1であるような点 D の座標は何ですかという問題ですね。なるほど。要は D ってどういう点やねんって言ったら、これです、これです、これですってなるわけですよ。で、ここで一番のミソになってくるのがここですね。Z 座標が1。もう Z 座標が指定されてるってことは、もう、要は、なんか OA ベクトル、OB ベクトル、OC ベクトルとかを基準として考えるよりも、X、Y、1っていう風に一つ決まってるわけだから、こういう形で置いてあげるのが一番いいっていうのが、ここで決まるわけなんですよ。これを使ってあげる方法っていうのが、ラージ X、ラージ Y1 っていう風に置いてあげるのが一番こいつを使う方法として便利なんですね。じゃあ、あとはこれを使って OA と OD が垂直、OC と OD の内積が2ルート6っていうものと組み合わせてあげればいいというわけですね。OA と OD。OD ベクトルはラージ X、ラージ Y1 っていうのになるので、OA ベクトルは33-6。
33-6と、垂直っていうのは当然内積を取るわけですね。内積が0。33-6と、ラージ X、ラージ Y1 の内積が0と。で、33-6、3で割ってあげたりしてあげると、いい感じに、ラージ X プラスラージ Y 引く2イコール0と。いうのが、こっから導かれる。じゃあ次こっち使おうって言ったら OC ベクトルは、2ルート3マイナス2ルート3、0。だから2ルート3マイナス2ルート3、0とこれを内積取るわけだから、2ルート3マイナス2ルート3、0。だから、プラス1とか0。イコール2ルート6と。これを解いてあげれば、ラージ X とラージ Y が出ると。これ2ルート3割ってあげれば、ラージ X マイナスラージ Y イコールルート2。で、ラージ X プラスラージ Y イコール2。足して2、引いてルート2だから、2つの式を足して割るにすれば、ここのラージ X になると。1プラス2分のルート2かな。で、引いて、半分にするとラージ Y が出ると。こんな感じですね。よろしいですか？で、この時、各 COD イコール。各 COD 出ましたね。各 COD をどうやって求めるか。ベクトルの範囲で角が出てきたら、図形的に考えるもよし、図形的じゃなくて、公式、もう内積の定義ですね。コサイン COD。コサインの、これシータとすると、コサインシータイコール、この OC の大きさと、OC と OD の内積というのが必要。で、OC と OD の大きさ。OD の大きさは、これで出してあげればいいのか。で、OC の大きさは、さっきやった2ルート6だね。で、OD の大きさ、これの2乗足す、これの2乗足す、これの2乗をルートしてあげればいいから、2かな。2。で、OC と OD の内積は、これでもう2ルート6っていうのが与えられてるわけだから、約分できて2分の1ですよっていうのがわかるというわけですね。よろしいですか？そうすると、コサインが2分の1になるっていうのは、60度か。これでわかるわけですね。最後、3点 OCD の定める平面をベータとする。アルファとベータは垂直であるので、三角形 ABC を底面とする四面体 DABC の高さは負である。ルート負である。したがって四面体 D。なんか難しそう。わかんない。OCD。少なくとも OABC っていうのがあるわけですね。で、あとそれに D が加わってきたというわけなんですよ。OA と OD が垂直と。OA と OD が垂直で、かつ OC と OD のベクトルの内積が2ルート6になっていると。で、Z 座標が1となる点が D ですね、ここ。その時の DABC の高さ。ABC を底面とする時の DABC の高さ。だから、ここの部分を底面として見てあげて、高さを考えてあげるというわけなんですが、ここが頂点ね。高さか。これヒントありますよね。アルファとベータは垂直。これで要は D ってどういう点かって言ったら OA と OD が垂直っていうことが大事なんですよ。OA と OD が垂直。ということから、これとこれが垂直っていうことは OABC と OCD が作る平面っていうものが垂直っていうことがこれでわかるわけなんですね。そうすると、この CO と AO が垂直じゃないですか。CO と AO が垂直。っていうことから、この OCD が作る面と OA が作る面っていうのが垂直になってるわけですね。かつ CB についてもこれが平行だから、この AO と CB が作る平面が、この OCD が作る平面と垂直になってるっていうところがちゃんとわかるかどうか。わかんなかったとしても垂直、垂直なんだ。やった。じゃあそれ使うと、っていうふうにできるわけですね。そうすると、こいつとこいつが垂直。だからこういうふうに垂直に交わってると。だったら、高さはって言われる。ABC の高さはって言ったら、ここに垂線を下ろしてあげて、ここの高さを求めてあげればいいわけですね。垂線を下ろしてあげた後に。どうやって考えるんだろうな。いろんな考え方がありますね。いろんな考え方がある。で、僕が一番ね、いいかなと思う方法としては、各 COD が60度っていうのを使ってあげると、ここが60度なんだから、2対1対ルート3ということで、高さ2、ここが OD が2ルート6、OD の大きさがさっき2というふうに求めたわけだから、高さはルート3っていう風にすぐわかるっていう方法がありますね。したがって、四面体 DABC の体積はって言ったらもう高さがルート3っていうのが分かってるわけだから、ABC を底面とした面積を求めてあげると、2ルート 6×2 ルート6の半分。だから、12か。12に、このルート3かけて3分の1倍すればいいから4ルート3という風に求まるわけですね。こんな感じですかね。とにかく、今回の入試問題は重かった。まずね。一つ重かったけど超良問が多いっていうのと、2次の対策で必要なものがギュッと詰まってる。
だから、しっかりと今回話したようなこと、誘導がなくてもセンター試験が作った誘導をどうやって思いつくのかっていうことをちゃんと押さえていく。これが2次の対策ですごく重要になっていくわけですね。ということで、ね、センター試験を受けた方は、とりあえずお疲れ様でした。またね、今日から2次試験に向けて、しっかりと気を引き締めて頑張ってもらえたらいいかなと思います。ということで、解説がためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価、あとこういう動画出してほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。